Engine for the Life。 車で行こうです。今回紹介するのはフィアットブランドに新たに加わったコンパクト SUV セイチェント E です。先に登場したフィアットチンクエチェント E の兄貴分としてデザインにも実用性にもこだわったセイチェント E、 その実力を詳しく見ていきます。セイチェント E はその社名の末尾に E とついているように BEV なのがポイント。イタリアンテイストの走りがどうなっているのか大いに気になります。ではポイントを見ていきましょう。フィアットセイチェント E は1955年に登場した初代セイチェントをモチーフにしたヘッドライトや丸いフォルムなどイタリアンテイストが随所に散りばめられたコンパクト SUV です。セイチェント E の全長は 4200mm、 全幅は 1780mm と日本の都市内でも扱いやすいサイズにまとめられています。インテリアも丸型のメータークラスターやフィアットのロゴをあしらったエコレザーシートで個性をアピールしています。最新の BEV であることもセイチェント E の大きなポイント。 115kW のモーターで前輪を駆動し航続距離は493キロとなっています。またエコ、ノーマル、スポーツの3つの走行モードが選べる EV モードセレクターも標準装備されています。その他にもレーン内の任意の位置を保つレーンポジションアシストやマッサージ機能付きの運転席など充実した装備も特徴です。フィアットセイチェント E の価格はご覧の通りです。5人乗りの SUV として BEV の走りをどう表現してきたのか、気になりますね。そうですね。はい、ということでこの次はいよいよ試乗です。フィアットセイチェント E を高速道路と一般道で試します。イタリア車の楽しさを全身で表現するフィアットセイチェント E。 その走りを岡崎五郎が試します。Engine for the Life。 さあ今日はフィアットのセイチェント E に試乗しています。で数字から想像できるように、フィアットチンクエチェント500ですよね、の一回り大きいもの、兄貴分的存在と考えればいいと思います。でこの車の場合はプラットフォーム eCMP2、これ元はといえば、プジョー・シトロエンが開発したものです。で最近ではジープのアベンジャー、それからプジョーの E208 なんかもこれと同じプラットフォームを使っています。そう考えると、もう基本骨格を同じものを使いつつ、じゃあどれだけブランドとしてのアイデンティティを与えられるのかというのが非常に重要になってくるわけなんですが、どうでしょうか。このセイチェント E、 デザイン的にはもうアベンジャーとは全く別物ですね。で当然 E208 とも全く違う世界観を演出することができています。インテリアなんか見てもこのシートに600という数字が入っていたり、この色使いとかそのあたりはさすがフィアット、さすがイタリア車といったところですね。でここに小さなモニターがあって、で必要なものは物理スイッチがちゃんと置かれているといったあたりも操作性は悪くないです。でこれ価格が585万円と、結構いいお値段するんですが、そこを考えるとちょっとこれハードプラスチックなんですよね、全部が。っていうのは少し物足りないなといったところです。さあ料金所からのフル加速です。はい、これフロントモーターで前輪駆動なんですけれども、今加速した感じ、結構ね
気持ちがいいですね。モーターって下の方から豊かなトルクを発生するんで、それがすごくこの車のキャラクターには合ってますね。これね、結構乗り心地もいいです。で、ざらついた路面走ってもゴーっていうロードノイズは低く抑えられていますし、それから路面のジョイントを通過した時の突き上げも結構ね、うまく抑え込んでますね。この辺りはプラットフォームの実力の高さが伝わってくる部分です。はい、一般道に入ってきました。上り勾配なんですが、やっぱりバッテリー EV ってこういうところで本当にいいんですよね。こういった山あり谷あり、あるいはゴー&ストップの多い街中なんかで、このバッテリー EV ってすごく扱いやすいし、運転しやすいし、それから快適ですよね。ボディもコンパクトで基本的にはとても運転しやすい車なんですが、一つ気になるのがブレーキのタッチです。で、ブレーキに足を乗せて踏み込んでいっても何か足ごたえが返ってこないんですね。この辺は技術の前進によって改善をしていってほしいなと思うところです。さあ、ワインディングに入っていくのでスポーツモードを選択してみましょう。スポーツモードを選択すると、アクセルのつき、かなりこれ元気出てきましたね。で、ステアリングのこのソーダフィールはスポーツモードを選択しても軽めです。ここはね、もうちょい手応えあってもいいかなとは思うんですが、ただ昔からイタリア車の味付けってこういう方向なんですね。あんまりガチガチに重くしないで、軽やかにコーナーをクリアしていくと、その味はね、しっかりと出ています。これタイヤの違いもあるかもしれないですけれども、このステアリングの初期のレスポンスは上がってますね。ですからもうアベンジャーと比べるとこのセイチェント E の方がより軽やかでスポーティーな味付けになってます。このフィアットセイチェント E なんですが、このフィアットの世界観、あるいはチンクエチェントの兄貴分としての独特な世界観、これを気に入るかどうかというのが大きなポイントになってくると思います。で、今はバッテリー EV しかないんですけれども、エンジンマイルドハイブリッドを搭載したモデル本国では出ているので、そのうち日本にも入ってくるんじゃないかなとは思います。今後もね、そういった選択肢をどんどん増やしていってほしいなとは思いました。さて、市場での平均燃費なんですけれども、今回 VTR のような走り方をして1キロワットアワーあたり 5.9 キロでした。そこから計算するとフル充電でおよそ319キロ走れるという計算になるんですけれども、これカタログ値が493キロなので、もうちょっと頑張ってほしかったなと思います。というのも当日最高気温17度、最低気温12度と、バッテリー EV にとってはそれほど厳しい条件ではなかったので、燃費ね、もうちょっと頑張ってほしいなといったところです。ともちゃんどうでした？デザインコンシャスかと思いきや、すごく運転視界も良かったですし、あと乗り心地も優しめで、ファミリーで乗ってもいいのかなって感じでしたね。だからまだあるんだけど 500X っていうね、あれよりは結構硬かったじゃない、あれスポーティーですよね。すごくこっちの方がゆったり乗ってられる感じですよね。そうですね。ではここでフィアットセイチェント E のユーティリティチェックです。まずは後席への乗り込みです。基本的には SUV のタイプ、後ろのドアは開き方としてはほどほどではありますが、乗り込んでいきましょう。座席の位置はそこまで高いわけじゃないんですけど、この垣根の部分ですね、少しシートまでアクセスするのに奥行きがある印象でした。で、身長162センチの私が座ると膝前がげんこつ3つ、そして頭上も結構ゆとりがありまして、この状態で2つ、大人の方でも余裕を持って座れますよね。で、ここにシートバックポケットがあって USB のタイプ C が1つだけついてました。ラゲッジスペースです。キーを携帯している状態であれば、このハンズフリーオープンに対応するので電動で開くことができます。
でこの開口部は少し斜めになってますが、開口部自体は結構広さもありますし、少し垣根はありますが幅と奥行きはしっかり取られています。で床下なんですが、これ実は床下に傘とかをしまっておくこともできますし、あと下の段にするとちょっと背の高い荷物を積み込むことができます。後席のアレンジですが、60対40の分割可動式、シンプルで使いやすそうですよね。そうですね。これプラットフォーム自体がバッテリー EV も作れるしエンジン車にも使えるっていう併用じゃないですか。はい、なので、特にバッテリー EV だからこうっていうところはない。逆に普通の車から乗り換えても違和感なく使いこなせるようなそんなパッケージングですよね。そうですね。はい。この後はインポーターの担当者の方にお話を伺います。ステランティスジャパンの児玉さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。児玉さん、今回、セイチェント E 乗せていただいたんですけれども、これやっぱりここにね1台今日置いてあるんですけども、チンクチェント E の兄貴分というふうに考えてもいいんですか？はい、セイチェント E なんですけれども、フィアット2代目の電気自動車ということで、チンクチェント E から見たビッグシスター、お姉さんという立ち位置で、新たにファミリーに加わりましたけれども、中身はですね、当初企画が始まった段階ではチンクエチェント E を拡張して、で5ドアにしてっていうようなプランだったんですけれども、そうではなくて初代のセイチェントあるいはチンクチェント E からのデザインインスピレーションを得ながら、新しいパワートレインプラットフォームを採用した全く新しい車を作ったというところで、また違った新しい車というところですね。なるほどね。兄貴分じゃなくてお姉さん。お姉さんこれやっぱりでもそう言われてみると、ちょっと優しげな感じがしますよね。そうですね。フロントフェイスのところはやっぱりスマイル、ビッグスマイルっていうようなデザインの意図を持って開発されてます。ここにまつげでも描いたらお目目がパッチリして可愛らしく例えばね、そういうことを考えちゃうようななんかちょっとキャラになってるっていうのがフィアットらしいですよね。そうですね。はい、おっしゃった通りで。600っていうね刺繍にしても、なかなかああいう色って思いつかないじゃないですか。それをパッとつけちゃうっていうのはなんかイタリア車ならではですよね。そうですね、おっしゃる通りで、ガソリンモデルのチンクエチェントでも、チンクエチェント E でも採用されているこのアイボリーカラーを基調にして、でドルチェビータインテリアっていうふうに呼んでるんですけれども、イタリアの生活空間を車内にも表現したっていうのが特徴です。ドルチェビータですか？ドルチェビータ。ドルチェってデザートのドルチェ、お菓子。甘いとかって意味なんです。でビータが生活って意味で甘い生活っていうような。例えばね、これボディカラーもすっごい鮮やかなオレンジいいじゃないですか。これと同じ色の室内のパネルが今白いところなんか選べるようになるとよりドルチェビータになるんじゃないかなとかちょっと思ったりもしたんですが、これ本国にもそういう選択肢は今のところないんですか？ダッシュボードのところには残念ながらその選択肢はないんですけれども、一応外装のコンセプトとしてはですね、イタリアの例えばこのカラーサンセットオレンジっていうんですけれども、太陽、イタリアの太陽をイメージしたカラーだったりとか、あとは空や海、そういったものをイメージしたのをボディカラーに持ってきてます。で内装に関してはさっき申し上げたドルチェビータっていうこのアイボリーな感じのおしゃれな生活空間で統一してっていう形なので、今全部アイボリーで、ダッシュボードのパネルもアイボリーっていうような形になってます。なるほど。はい。どんな方がこれ興味を持って見に来られて購入されたりしてます？ターゲットとしてますのはやっぱりフィアットってもともと小型車がやはり日本でも非常に人気なんですけれども、よりファミリーの方とかにも使っていただけるようにっていう形で、特に若めのヤングファミリーっていうところを一番ターゲットにしてます。本国ではこれエンジンマイルドハイブリッド版も出てるんですよね。はい、おっしゃる通りで、マイルドハイブリッド、電気とガソリンと組み合わせた形でのマイルドハイブリッドがすでに、本国イタリアの方とイタリアとヨーロッパでは発売を開始しておりまして、これ日本でも導入検討前向きに検討中みたいな感じですか？そうですね。はい、2025年以降なんですけれども、日本にもマイルドハイブリッドは導入していく予定をしております。なるほどね。はい、ということで今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。
ではここでセイチェントイの評価に行きたいと思います。僕の評価はこのようになりました。丸、これは分かりやすく表現したフィアットらしさです。もうこのセイチェント E のデザイン、特に顔を見れば誰もがフィアットと分かる。そして、チンクエチェントとの関連性も一目で理解できる。これプラットフォームをジープとかプジョーと共有しながらもこれだけ個性を出してこられたというのはすごくうまいし、デザイナーよく頑張ったんだろうなと思います。で、同じプラットフォームを使いつついかに個性的なものを作るか現代の車作りにとって肝心なところなんですけど、それとてもうまくいっていると思いました。でこれ×はですね、弟分に負けている内装と頼りないブレーキのタッチです。これ隣にあったチンクエチェント E って結構内装に、ソフトパッドを使っていたりするんですけれども、これ全面ハードプラスチックなんですよね。なのでちょっとお姉さんそこ頑張ってっていう感じはします。それから試乗 VTR の中でも言ってたんですが、ブレーキを踏んでいった時にスーッとこう入っていっちゃう、あそこが改善されると街乗りでの快適さとか安心感はもっともっと良くなると思います。はい、私は丸なポイント、やっぱり五郎さんと一緒でデザイン面にあるなと思いました。心ときめかせるカラーコーディネート、実は今回のボディカラーサンセットオレンジというものだったり、あとインテリアもホワイトっぽいシートに水色の鮮やかなステッチ、しかもフィアットという文字がですね、凹凸豊かにこの背もたれのところにあったりして、あの辺の出来栄えは本当に実写を見て心ときめく方たくさんいると思います。あと運転席周りだとイタリア車ってあんまり実用面期待されてない方多いと思うんですけど、結構収納がたくさんあるので、なんかそこは使いやすいんじゃないかと思いました。一方で×、後席にドリンクホルダーが欲しい。で意外と後席周りのユーティリティはシンプルなものになっていて、ドリンクホルダーぐらいあった方がいいのかなというふうには思いました。はい、なるほど。そういったあたりは結構そのイタリア人のセンスの良さとイタリア人らしい割り切りっていうのが同居している車なのかもしれないね。かもしれないですね。はい、というわけで2人の評価はこのようになりました。Engine for the life. ここで視聴者からいただいたメールご紹介します。茨城県60代の方です。最近電気自動車の勢いがなくなっているように思えます。電気代のアップが関係しているのでしょうか。電気自動車とハイブリッド車購入して5年乗って買い替えるとすると、購入および維持費はどのようになるのでしょうか。なかなかいい質問ですね。でもこれお答えするのがすごく難しいんですよ。というのも、例えば家で充電する方、それから家に充電器がなくて外で高速充電をする方で、もしかしたら外で高速充電じゃなくて普通充電をする方、いろんなパターンがあるんですね。で一概には言えないんですけれども、高速充電というのは結構値段が高いです。なので家に充電器がなくて高速充電を外でやっていると結構電気代高いことになっちゃいます。であとはもう年間にどのくらい距離を走るかとか、それからお住まいの地域によって国からの補助金というのは決まってるんだけど、都道府県によって補助金が違うんでね、それにもよってくるんで、なかなかね一概には言えないというのがこのご質問に関する僕からのお答えになりますね。車は向き合い方で選ぶっていう要素としては、これまでいろんな車種の違いっていうのがあったと思うんですけど、今はパワーユニットもいろいろ選べるっていうのは面白いですよね。そうなんですね。なのでいろんな選択肢があるっていうことは、いろいろなユーザーの使い方に合ったものがちゃんと用意されているということなので、僕はねすごくいい動きだと思うんですよね。その中で日本ってやっぱりね、おっしゃっていたようにあんまり電気自動車人気ない、売れてないじゃないですか。僕はねもうちょっと売れてもいいのかな。だって乗るとすごくいいもんね。私も今度1台乗ってみたいなと思うぐらい、自分でね、やっぱり新しさも感じるし、これからの時代を背負っていくので、車乗ることによっていろいろ気づきもあるのかなって思いますね。そうですね。だからもう特に、自宅で一軒家とかにお住まいになっていて充電さえできる方であれば、僕はねどんどんバッテリー EV 選んでも、いいんじゃないかなと。そのぐらい最近の EV良くなってきてますからね。そうですね。それではまた来週お楽しみに。旬のニューモデルをモータージャーナリストの岡崎五郎と藤島智子が徹底紹介する車総合情報番組、それが車で行こうです。
TVK では毎週日曜夜10時、再放送は毎週土曜朝11時で好評放送中です。また番組のホームページからは過去の見逃し配信や放送内容が簡単に検索できます。皆さんのより良い車ライフにぜひお役立てください。Engine for the Life